はい、こんにちは。山下夏実です。8月23日日曜日、今日は平塚海岸でスキムボード練習していきました。久しぶりの湘南の壁ポイントですね。激ムズな波だったと思います。本当に難しかった。今日は実際やってみて、他のポイントより数字上サイズはあった方なんですよね。40センチ台の割にはかなりでかいうねりが来てたかなっていう風に思います。このサイズ感ですからね。かなり難しいながらにはいいのは来てたかなと思います。こういうサイズ感とか、こういうとこナイスラップがね。このラップが多分ベストライドかな、今日の。ちょっと判断はつきづらいですが、かなり良かった部類ですね。久しぶりにこのちょっと難しめのショアブレイクで練習してみて、やっぱりちょっと改めてデッドウォーターの難易度だったりとか、その波が思った通りに来ない時の対処法、対策っていうのがね、かなり難しいなっていう風に思いました。インサイドに来るまでにうねりのサイズであったりとか向きとかブレイクの質がね大きく変化してたので、全く読めないって感じで、これとか間に合わないしね。波一つ一つでも全然波質が違ってて、それが本当に難しい部分だったかなと思います。これとかフロントラップが切り返したけど、これは良さそうだね。ナイスラップ。これも結局デッドウォーターの影響で波面よれてたから、そんなにスムーズにターンしてラップって感じではなかったんですよね。インサイドでこれリッピンかな、少しレールが抜けてそのまま刺さっちゃいましたね。もったいない。これはラップかな、普通にラップですね。見ていただければこの辺わかるけど、やっぱ完全ダンパー波。これとかもオーリーで飛んでようやくメイクみたいな感じですからね。これはスプレー結構綺麗に上がってますね。わかりづらいけど、潮が一番引き切りの時間が、結果的に見たら良かったのかみたいな感じで、ちょっとね、実際この潮が今まだ低い時間のこんな波質なんだけど、後半になると今度また潮がある程度乗ってくる、ミドルタイドぐらいまでの波質を見せることになるんだけど、ライディング的にはまた全く違う感じのライディングになってるので、決してその時間が良かった、あの時間が良かったっていうのがあるっていうよりかは、その時間に合わせていい波悪い波があったよってことですね。この潮の低い時間はこういうラップの横に走れる距離が長いっていうのが良かったかな。そのアウトで当てれた際に。ただしアウトから来る波の数がかなり少なかったので、どっちかっていうとこのダンパーをどうやって耐えるかっていう方に意識を割く感じだったかなっていうふうに思います。これとかもよく抑えきりましたね。悪くないと思います。このラップもいいですね。これ波が変わるのを予測してあの位置で回したらドンピシャでラップになったって感じかな。このラップも悪くないですね。しっかりこれサイドウェイの伸びがいいね。ナイスラップ。ちょっと分かりづらかったけど、テールはしっかり抑えて乗れてたかな。今のライディングはちょっと見栄えが悪かったんだけど、しっかりかぶってます。
テイクオフ。これはどうだ、少し間に合わなそう。間に合わなかった。これも一応ラップまでは行ってるけど、よく見たらわかんないけど、ノズ刺さってんですよね。あとは今みたいに、よれた時のライナーが行ったりとかね。このリッピングは悪くないけど、悪くない。だけど、やっぱもう一声決めたいとこだよね。これはテイクオフ。これもよれてるね。でもしっかりラップライン。この辺を見ていただければ分かるんだけど、さっきよりそのブレイクがえぐくなくて、むしろ巻いてない側になってきてんだよね。ダンパーチックな波っていうよりかは、ちょっとずつだけど、まあ、中途半端ながらに巻きがゆっくりになってるって感じの波質になってます。それをいいとするべきか悪いとするべきかが難しい判断だったね、今日は。最初は口深いし、あとは巻かないしみたいな感じで。まあ結果一番かぶれた本数が多いのはラップとして、まあ、この辺りだったのかもしれませんね。これもかぶれるかな。ナイスラップ。一番いい時間かどうかは分かんないですけど、これはリッピング間に合わないから飛びながらいった感じだね。回そうとしてたら多分落とされてましたね。これもラップしっかりかぶっていく。結局こうやってかぶれてもやっぱ普段に比べるとちょっと短い時間しかかぶれてないんだよね、今日は全体的に。このフロントラップも一緒ですね。これとかもよれて波がなくなっちゃう。そして手前の波と重なる。これよく前出れた方だね。だから意外とワントリックをかける余裕っていうのがね、そこまでなかったんですよね。っていうのもデッドウォーターとかでトリックの掛け位置とかが変化するから結構リスキーだったんですよね。その怪我をする可能性があったので。だから、今日は結構メロにこうやってラップラインを狙っていく感じ。ちょっとずつ潮が乗っていって、どんどん巻かなくなってる感じだね。巻くんだけど、来る本数的な目線で見ると、波数が減ってるかなっていうふうに思います。これは良さそうだな。一瞬ノーズ刺さった。っていうか完全にノーズ刺さってたんだけど、かぶった後にテール踏んで抑えきりましたね。足元にボード残ってました。このラップラインもメロに回せてていいんじゃない？結構綺麗。これはデッドウォーターのサイドウォッシュに合わせて乗ってる。デッドウォーターが良くも悪くも出てたから、それを利用できたら最高だったけど、利用できることはほぼなかったね。ただ今みたいにごくまれに横にデッドウォーターが出て、それに乗り継ぐことはできることはあったかなっていうふうに思います。これもそうだね。これ多分もともとはストレートのラップ狙ってたんだけど、横に開いたからデッドウォーターのサイド押しに合わせた感じだね。これ回し切りたかったね。少しいつ回すか悩んだから、その分ターンが遅れた感じかな。今日はこんな感じで久しぶりにこの湘南の壁
ポイントでスキムボードを練習してきました。久々にね、このかなりの難しい波で練習できてよかったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。